どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開をしています。お刺身の新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は子供のアニメについて話したいと思います。最近流行ってるアニメ、例えば進撃の巨人とか呪術廻戦とか、すごい面白いですけどめちゃめちゃ難しいですよね。なので僕が小さい頃に見ていたアニメ、子供向けのアニメを、今日は3つ紹介したいと思います。で、子供向けのアニメなので初心者の人でも難しすぎないと思います。で、まず1つ目のアニメはアンパンマン。どうですか？皆さん聞いたことありますか？多分ね、似ているアニメの名前でワンパンチマンなら聞いたことあるかもしれないですけど、アンパンマンはどうですか？聞いたことありますか？で、アンパンマンはどんなストーリーかというと、アンパンマンっていう主人公のキャラクターがいて、で、アンパンマンは体は普通なんですけど、顔がパンなんです。食べるパンですね。で、どんなパンが顔なのかというと、アンパン。皆さんアンパン食べたことありますか？アンパンというのはパンの中に、小豆のペーストが入っているパンです。で、顔がアンパンなので、例えば困ってる人とか、お腹が空いている人とかがいたら、自分の顔をちぎって、それをみんなにあげるんです。なんか自分の顔をちぎるって聞くとちょっと怖いですよね。でもすごい優しいヒーローなんです。でも、アンパンマンには実は弱点が一つあります。弱点は水です。顔が濡れるとアンパンマンは力が出なくなっちゃうんです。実際のパンも濡れるとあんまり良くないですよね。なので実際のパンと同じように濡れちゃうとダメなんですね。水分に弱いんです。でもアンパンマンにはジャムおじさんとバタコさんっていう親みたいな、お父さんとお母さんみたいな人たちがいて、でその2人が工場で大量にアンパンマンの顔を作ってるんです。なのでもし顔が濡れちゃっても新しい顔と交換できるんです。で、新しい顔に交換したらまた力が出るので、悪い、例えばキャラクターとかをやっつけることができるんです。アンパンマンは他にもね、可愛いキャラクターとかもいるし、で、ストーリーも割とシンプルで見やすいので、皆さんもぜひちょっと見てみてください。で、次は2つ目。2つ目のアニメはドラえもんです。これはすごい有名なので、皆さんももしかしたら聞いたことあるかもしれませんね。で、ドラえもんっていうのはどんな話かというと、まずドラえもんというのは未来から来た猫のロボットなんです。猫のロボットだけど見た目は青くて、でまん丸くてすごい可愛い見た目をしています。で、のび太くんっていう主人公の男の子がいて、でそののび太くんはすごいスポーツとか勉強が苦手なんです。そののび太くんをドラえもんがいろいろ助けてあげるっていうストーリーです。で、どうやってこののび太くんを助けるかというと、ドラえもんは4次元ポケットっていうポケットを持ってるんです。で、そのポケットの中にすごいたくさんいろんな未来の道具が入ってるんです。例えばどんな道具があるかというと、どこでもドア。このドアを使えば行きたいところに一瞬でどこでも行けるんです。なのでどこでもドアという名前なんです。これいいですよね。どうですか？皆さん使ってみたいですか？僕ならこのどこでもドアを使っていろんなところに旅行したいです。例えば日本の中だったら
今日は北海道行って、で、明日は沖縄行って、一瞬で移動できるからいいですよね。で、もちろん外国にも一瞬で行けるので、いろんなところを見てみたいです。で、他にもタイムマシンもあります。これを使えば過去にも未来にも行けます。これも使いたいですよね。もちろん未来に行ってみたいっていう気持ちもあるんですけど、僕はちょっと過去に戻ってみて、例えばもういなくなってしまった、絶滅してしまった動物とか恐竜とか、それを実際に自分の目で見てみたいなって思います。それからこれ多分皆さん使いたいって思うんじゃないですかね。翻訳こんにゃくっていう道具もあって、これを食べたらどんな国のどんな言語でも話せるようになるんです。しかもこれ人間の言語だけじゃなくて、動物とかロボットとかでも話せるようになるんです。これすごいですよね。これを僕は使って自分の猫と話してみたいです。でもね、いつもの態度を見る限り、多分あんまり僕は感謝されてないかもしれないです。猫にちょっと悪口言われちゃうかもしれないです。皆さんならドラえもんのどの道具をどのように使ってみたいですか？ 3 つ目のアニメはクレヨンしんちゃんです。主人公はしんのすけっていう男の子、5歳の男の子で、みんなからはしんちゃんって呼ばれています。すごいわんぱくな男の子なんだけど、いたずら好きで、周りの人たちをよく困らせるんですね。で、困らせるんだけど、でも無邪気で憎めないキャラクターなんです。で、ストーリーは、しんのすけ、しんちゃんの周りで、事件とか問題とかいろんなことが起きて、それを解決していくっていう内容なんですけど、すごい内容がね、分かりやすいコメディなので、言葉が全て分からなくても楽しめるアニメなんじゃないかなって思います。で、クレヨンしんちゃんはアニメ普通のシリーズだけじゃなくて、映画も実はたくさんあるんです。で、映画ではいつものコメディだけじゃなくて、結構家族の愛情とか友情とかがテーマのものがあって、で、面白いだけじゃなくて感動する話もいっぱいあります。プラス、子供から見た大人の社会、現実の世界の風刺っていうのもよくあるので、もう本当に僕が今見たとしても、子供じゃないですけど、今見ても考えさせられるようなテーマのものとか物語はすごいたくさんあります。なので、小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまで、老若男女問わず楽しめるアニメなんじゃないかなって思います。どうですか？皆さん見てみたいですか？今日、3つ紹介しましたよね。でも他にも面白い子供向けのアニメっていうのは実はたくさんあるので、またね、今度ぜひ紹介させてください。で、こういうアニメは、言葉もそうですけど、ストーリーもね、割と分かりやすいので、リスニングの練習をしたい人はぜひ今日紹介したアニメを見てみてください。ということで、今日は子供のアニメについて話してみました。皆さんは子供の時にアニメを見て育ちましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパテロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。